どうも、ケイスケです。ついに待ちわびてたレンズが出ました。こちら、ソニーさんから新しく発表がありました。ソニー 50mmF1.4G マスターのレンズ。こちらのレンズ、先行でレビューさせていただくことになりました。ありがとうございます。で、今回はもう作例撮ってきてるんですけども、雨でした。はい。雨の中ではあるんですけども、シュナさんというモデルさんをですね、連れて行かせていただいて、からシュナっていうね、YouTube のチャンネルをやってるんですけども、そのシュナさんを前から知っててですね、その方をちょっとお誘いして、動画とか写真とかいろいろ撮ってきました。本当ボケ感も素晴らしいし、描写性能も素晴らしいし、動画にも写真にも使えるレンズだなと思いました。だってこれほら、見てこのサイズ感で、これで 50mmF1.4 なんで F1.8 じゃなくて F1.4 ということで、やっぱこの明るさボケ感っていうのは惹かれるものがありますよね。ぜひまずはその作例を見ていってください。オープニングからどうぞ。はい、いやーでも可愛いですね。あ、そうなんだ。Here I am, just trying to be myself. It's a crazy world, looking to find my place, and all they do is Here I am, just trying to run the race in the slow pace. All I'm trying to do is run, not win, and all they do is Mirror, mirror, tell me, what is it about them? Living like it's their game. Come and set it better than me. You'll just end up losing. ちょっと移動して撮影場所移動します。お願いします。手ブレ補正めっちゃいい感じかもしれん。やっぱソニー純正レンズなんで、こう手ブレ補正がちゃんと効くのは結構良くて、それがね 50mm でも割と歩いててもなんていうの効いてくれるから、そんなに手ブレ気にしなくていいかも。いやこれすごいよ、 50mm でこの手ブレ補正は多分多分すごいんだけど、すごいんだけど、あ、すごい気がする。今までの 50mm で一番効く気がする。Baby, I can see your lies. いきます。そのまままっすぐで撮ってくださいね。いきます。3、2、1。Baby, I can see your lies. La 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 la. I just wanna put down my armor. No more drama. I just wanna put down my armor. No more drama. I just wanna put down my armor. No more drama. 傘閉じて持ってる感じで。はい。そうですね。あ、そっちからこっちの方がいいな。こっちからこっち。引きます。めちゃめちゃ引きます。じゃあ3、2、1でお願いします。3、2、1、どうぞ。そのまままっすぐ。OK です。そこに行きます。もうフィルターがびしょびしょですが、頑張ってくれている。もう OK、そこで。はい。じゃあ、どういうポジションですか。ちょっと向こうから歩いてくるところか。じゃあ少しゆっくりこっちに歩いてくる感じでお願いします。3、2、1、どうぞ。向くのはですね。ちょっともうちょい上かな。OK。いいですね。こうバックで、こういう風な感じで取れます。ちょっとあっち向こうです。あ、そう。あ、めちゃめちゃ可愛い。あ、めっちゃいい感じです。そっちだと。
あ、かわいい。バッチリです。もう1個入れます。OK、そのまま。ではそのまままっすぐでお願いします。まっすぐ歩いていく感じで3、2、1、どうぞ。ワンモアもらっていいですか、1回だけ。Baby, I can see your じゃあ終わりに行きましょう。寒いしありがとうございます。すごい壮絶だよね撮影の感じ。ちょっとごめんなさい、びちゃびちゃになってて。はい、とってもいろんな映像を撮らせてもらって、すごいオートフォーカスも良かったし、モデルさんも良かったし、F 値もねすごいなんていうの、浅いんですけども、やっぱソニーのオートフォーカスが優秀なんでめちゃくちゃいい感じに撮れました。ちょっと続きはお家で撮りましょう。帰りましょう。あ、しらちゃんも撮らないと。しらちゃんありがとうございました。ありがとうございます。ごめんなさい、雨の中、もうね寒い中、なんかご感想があれば。いやー、ちょっと悔しいですね。もう一回ね行きたいですね。もうちょっとリベンジしたい気持ちがすごいあります。晴れの時にもう少しコンセプトを決めてね、撮りに行きましょう。はい、ぜひまたお願いします。本当は晴れたら今日は森の中で撮る予定だったから本当に行きたかったですね。行きたかったですね。でも楽しかったです。はい、またちょっと楽しい撮影をしましょう。お願いします。ありがとうございます。スタジオの僕に戻します。ケイスケの動画。はい、ということで帰ってまいりました。作例とかも見ていただきながらだったと思いますが、いかがでしたでしょうか。かなりいい感じじゃない？ちょっとちゃんとねレビューしたいなと思いまして、家に帰って改めてね、どんなレンズなのかご紹介したいと思います。で写りは見ていただいたと思うんで、まずスペックの方をちょっとねご紹介しておくと、見たら分かる通り 50mm ですね、 F1.4 で絞り針の枚数が11枚となっております。で最短撮影距離に関して言うと、0.41 メートルでマニュアルフォーカスの時により近くに寄れるようになって、0.38 メートルという形になります。なんでテーブルフォトとか軽くこうやって撮影するときにはマニュアルフォーカスにした方がちょっと寄れるっていう感じですね。はい、でフィルター系が嬉しい 67mm、他のね G マスター 35mmGM と、24mmGM もそうなんですけども 67mm 統一されているということ。あとは重さが 516g という風になっています。500g オーバーっていう感じの重さはしないけどなんか結構やっぱ軽いなっていう印象はあります。50mm の F1.2GM があると思うんですけども、あっちが 778g ぐらいだったかなだと思っていて、それから比べると 250g ぐらい軽いという形になります。個人的なもう本当に本音を言うと、もうちょい軽くあってほしい。 50mmF1.4 であればもう気持ち軽くあってほしかったなっていうのは正直あるんですけども、とはいえこのぐらいの重さであればジンバルとかにね乗っけて、例えば 35mmGM と、50mmGM 付け替えたとしても、そんなにバランス調整しなくても十分乗っかるかなというような調整がされています。この辺は結構いいなと思います。で外観もご紹介しておくと、G マスターなんで赤字のロゴがついてますね。でG マスターっていうとやっぱりソニー最高峰のレンズということで、光学性能だったりとか、あとはオートフォーカスの性能とか細かい部分もかなりねこだわって作られています。で最近のレンズではねおなじみになりましたこちらですね、絞りリング、これがついてますと、F 値が 1.4 から16まで変化するようになっています。今はオートに入れてますね。でこの絞りリング変わらないようにアイリスロックのスイッチがついていたりとか、あとはクリックのオンオフももちろん選べるようになっています。でフォーカスホールドボタン2つついてますね。縦位置と横位置と2つついていて、オートフォーカスマニュアルフォーカスのスイッチもついてます。でこれですね、ピントフォーカスマニュアルピントフォーカスのリングがついておりますと。で67mmっていうことで結構他のねレンズ、僕の使ってるレンズとかも 35mmGM とか使ってるんですけども、その辺のレンズもねやっぱフィルター系が一緒なので ND フィルターとか共有できるよというメリットもあります。で実際に使ってみたら正直な感想ってところなんですけども、僕ほんと個人のね個人的な感想で言うと F1.2 より好きです。
で、なんでかっていうと F1.2 っていうのは結構独特なボケ感するんですよね。もうあれぞこう最高峰のレンズですよっていう感じのボケ感をしていて、こっちの方がちょっとソニーらしいボケ感をするっていうのがまあなんか僕の本当に勝手な感想です。 F1.4 の方がなんかキリッとしてちょっとシャープネスがかかったようなボケ感するっていうのがすごい好きではありました。もっと F1.2 の GM の方がトロットロにボケるという感じです。で、まあ、正直 F1.4 ぐらいボケ感があれば明るさがあればもう十分っちゃ十分なんで、僕はね軽さが一番の人なんでこっちのレンズの方がやっぱり好きかなという感じです。あとね驚いたのが手ブレ補正ね。今回ソニー純正のレンズなんでブリージング補正だったりとか、あとは手ブレ補正のアクティブモードかっていうのにも対応してるんですけども、この手ブレ補正アクティブモードでこうパッと歩いてみたのがこんな感じで、もう本当に手ブレしないんですよ。 50mm って言ったら普通に持って撮影したら、結構グワグワと手ブレするんですけども、かなり抑えられてるっていうのがすごく印象的でした。めちゃめちゃいいですよね。で、もちろん写真でもねいっぱい撮ってきてこうピント部の綺麗だったりとか、やっぱトロトロのボケ感 F1.4 ならではのボケ感っていうのはすごい素晴らしいなというところ。あとはこうやっぱ G マスターレンズなんでソニーとコントラスト感が合ってるというのが僕は個人的にはすごいしっくりきてて、なんかやっぱね使うと欲しいなとなるんですよね。はい。で、あと動画の部分、動画でも結構使いました。やっぱね 50mm って僕動画の画角では結構好きで、写真で使うとちょっとね周り歪むかなと思ったりもするんですけども、動画だとやっぱ上下がクロップされるというか16対9が基本になるので、その分画角が狭くなって写真でいうちょっと中望遠みたいな使い方ができるのかなと僕は思ってます、情報量的にね。なので僕はこの 50mm どっちかっていうと動画で使うのが好きなんですけども、動画で使っていいと思ったところで言うと、さっきの手ブレ補正の部分もそうだし、あとオートフォーカスですね。50mmF1.4 で言うと実はそのサイズのレンズ、50mmF1.4ZA っていうレンズがあるんですけども、そこから比べると 1.9 倍のオートフォーカス性能になってるそうです。実際使ってみたんですけども、もう正直ソニーのレンズなんでどのねこうレンズ使っても十分速いよって思うんですけども、やっぱ速くて正確っていうのはこの G マスターならではではあるのかな。でもねどれも速いからね、もうほんと不便ないです。はい、めちゃくちゃいい。ケイスケの動画。はい、ということでいかがでしたでしょうか。もうほんと欠点という欠点はないというか、強いて言えばもっと軽くあって欲しいなっていう気持ちはあるんですけども、とはいえやっぱ近くに寄れるっていう部分も含めてなんですけども、ソニーで置かれてる 50mm のレンズの中ではなんか個人的に一番しっくりきてるかなと思ってます。僕 55mm の大差のレンズとかも持ってるんですけども、あれもめちゃくちゃ好きで使ってるんですけども、もっとコンパクトでなんですけども、やっぱ近くに一歩寄れないっていうのはあるので、そういう面考えた時に一番使いやすいっていうところで言うと、このね 50mmF1.4 はかなりね描写性能もいいし動画にも写真にもっていうところでぴったりハマるんじゃないかなと思っております。ソニー純正のレンズなんでやっぱボディとのね相性っていうのもいいので、オートフォーカスしかり、手ブレ補正しかり、そういう部分もきちんと相性がいいし、やっぱ G マスターって G マスターならではのこうコントラスト感というか、オレンジがこうちゃんとね前に出るような強い色味が出るので、その辺も結構合わせやすいかなっていう風にすると、もうね35mm、50mm、あと 24mm、その辺ねジンバルとかで切り替えながら使えるっていうのはかなりメリットかなと思いました。フィルター系も一緒だしね。これまたフルサイズのカメラで今回使いましたけども、 APS-C のね例えば FX30 とかもそうですけども、α6500 とかその辺のカメラで使ってもまた 1.5 倍、ってことは 75mm、フルサイズ換算 75mm ぐらいで使えることになりますので、より面白い使い方もできるんじゃないかなと思います。なのでフルサイズ持ってる方も APS-C 持ってる方も1回使ってみてほしいなと思いますので、ぜひ気になったら概要欄の方からチェックしてみてくれると嬉しいなと思います。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。